皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。突然ですが皆さん、紙絵師持ちって知っていますか？なんと絵が上手い人に多いペンの持ち方ってのがあるんです。これちょっと前にね Twitter で話題になったやつで、今回はねその持ち方を紹介したいなーって思うんだけど、それだけじゃねもう知ってる人も多いと思うし、ぶっちゃけねつまんないと思うんだよね。で今回この動画でね一番話したいのが、お絵かき初心者さんとかで線がね綺麗に引けないなーって悩んでる人結構ねいるじゃん。でそういう人にねよく持ち方を変えましょうとか、線を引く練習をしましょうっていう人もねいるんだけど、僕ねそれ以前に持ち方に合ってない線の描き方をしてるだけっていう可能性があるんじゃないかと思ってるんだよね。紙絵師持ちとそうじゃない持ち方ってそれぞれにね特徴があって、これねどっちが悪いっていうものじゃないと僕は思ってるんだよ。実際に紙絵師持ちじゃなくても絵がね上手いっていう人いっぱいいるしね。だから実は大切なのは自分の持ち方の特徴に合わせた絵の描き方やツールを選ぶことなんじゃないかと思います。それがねうまくできてない人がもうすっごくね絵が描きづらいなーってなっちゃってる可能性があるんだよね。それだとねいくら練習しても意味ないじゃん。めちゃくちゃ時間の無駄だしもったいないよね。だからこの動画ではペンのね持ち方だけじゃなく、最終的にそれぞれの持ち方に合った絵の描き方やツールっていうところまでしっかりね紹介したいなって思うので、ぜひね最後まで見ていってください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではまずねペンの持ち方をね紹介していきます。一つ目は普通の持ち方です。一般的に学校とかで習う正しいペンの持ち方はこれです。親指と人差し指でこうつまむ感じで、中指にねこう添えて、この辺でペンを支える持ち方になります。ぶっちゃけね僕この持ち方してないんでちょっとね下手かもしれないです。間違ってたらすいません。だいたいねこんな感じらしいです。正しい持ち方として習うやつなんで、多分ねこれが一番人口としては多いんじゃないかなって思ってます。でこの持ち方のね特徴なんですけど、この持ち方だとペンの動く範囲がこのぐらいになります。細かい動作がね得意な持ち方なんですよね。だからねこう細かく動かせて文字とかがね綺麗に書ける持ち方ってことなんじゃないかなと思ってます。じゃあ紙絵師持ちはどうかというと、はい、こんな感じです。どこが変わったかわかりますか？こう親指でこうグイッとねこうペンを包み込むような感じの持ち方になります。でさっきはペンをねこの辺で支えてたんだけど、親指のね付け根あたりで支える持ち方になります。でこの持ち方の特徴はこんな感じで、軸がねここになるからすっごくね動く範囲が大きくなるんだよ。さっきの普通の持ち方だとこんな感じなんだけど、紙絵師持ちだとこんなにもねペンが動く感じになります。そのおかげでこうスッと線が引けるから絵が描きやすいっていう持ち方になります。ぜひね自分はどっちかなって実際にペンを持って確認してみてください。よかったらねどっちだったよってコメントとかに書いてください。絵描いてる人みんなどっちなのかなって気になってるんでね。でちなみに僕なんですが、実はどっちでもなくて紙絵師持ち亜種って言われてる持ち方で持ってます。どう持つかっていうとこうなんだよね。何が変わったかわかるかな？こうペンの上に中指も来ちゃう持ち方をしてます。こう中指でペンを動かす感じで、おかげでペンダコがねこの薬指にできちゃうんだよね。まあねこの持ち方でもね結局この軸になるのは親指の付け根なので、やっぱりね可動域はこんな感じで長いです。でちょっとね調べてみたんだけど、習字のね太い筆を持つ時の持ち方がこう2本指でね支える感じらしいので、もしかしたらこの紙絵師持ち亜種もこう太めのペンとね相性がいい持ち方なのかなって思いました。親指の位置はねちょっと筆を持つ時とは違うんだけどね。
実際にね、自分もこう細めのペンよりもこう太めのペンの方がなんとなくね持ちやすくて相性がいいです。どうなんだろう、同じ持ち方の人っているのかな。いたらね、ぜひコメントで同じだって教えてください。で、最後にね、ちょっとアニメーターの人とかがよく勧める持ち方ってのがあって、今回ね、アニメーター持ちって呼んでこうと思います。でその持ち方は、こう持つ場所をね、スス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 ッと、こうもっとね、上の方にする持ち方。これを勧めてるアニメーターさんが多い気がします。で、ちょっとね、調べたんだけど、こう指の持ち方のことはあんまり書いてなくて、これってのがね、あるわけじゃないのかなって思うんだけど、とにかくね、こう、持つ場所を上の方に。そうすると、まあ当たり前だけど、その分ね、こう、軸の位置が上がるんで、こう、鉛筆の可動域が増えるようになるんだよね。こうアニメーターさんってかなりこう、ストロークでこう、スーッと線をね、引くような書き方。こういわゆる、こう、重ね書きするんじゃなくて、こうストロークでスーッと線を描くような書き方が必要になってくるので、それでね、軸を高めに取りましょうって言ってるんじゃないかなって思ってます。で、他にもね、いろいろ変わった持ち方の人いると思うんだけど、今回ね、ざっくりこんな感じでジャンル分けして説明していきたいなと思います。で、それぞれの持ち方の特徴なんだけど、説明してきた通り、可動域がね、違います。普通持ちだと、この範囲で、足を含めた紙絵師持ちと、あとアニメーター持ちだと、可動域が広い。で、可動域がね、もちろんこう大きい方が、こうスーッと線が引けるから、イラストを描くには向いてるよっていうのが一般的な見解なんだと思っています。そりゃそうだよね。こうスーッと引ける方がね、綺麗な線が描けそうな感じがするよね。ただ、絵の描き方や使ってるツールの選び方によっては、別にね、この普通の持ち方でもいいんじゃないかなって僕は思ってるので、今からその選び方について紹介していきたいと思います。で、まずね、絵の描き方なんだけど、こうストロークでね、線を描いたりする人、その場合は紙絵師持ちやアニメーター持ちが相性がいいと思います。こう普通の持ち方だと、こうね、手を頑張って動かさないといけなくて、そうするとここ手がね、安定してないから線がねガタガタになったりして綺麗にね線を引くっていうのがちょっとね難易度高いんじゃないかなって思います。そうじゃなくてこう線をねこんな感じで重ね書きする人、こう細かく絵を描く人、そういう人はね普通持ちでもいいと思います。別にこうストロークでね線をスーって引くっていうのは絶対に必要なことじゃないんだよね。名前出していいかわからないからちょっと伏せるけど、Twitter のね、フォロワー数約70万人ぐらいいる某神絵師さんが、線をね、こう、かなりね、細かく重ね書きする方だったりするので、重ね書きは全然ありです。だから、アニメーターになりたいんだ、アニメみたいなスッとした線を引きたいんだっていうならね、まあもちろんこう大きく動く方の持ち方に変えた方がいいかもしれないけど、そうじゃなくてこう重ね書きでなんていうのかな、温かみのあるような繊細な線画を描きたいっていう人ならこう普通持ちでもね全然いいと思います。で、次に紹介するのがツールの選び方ですね。今の時代ね、絵を仕事にするとか、ネットに公開してくってなると、デジタルイラストが多いと思うんだけど、デジタルの場合ね、結構ツールで調整が効きます。こう、可動域がね、小さい持ち方なら、小さい可動域で絵が描けるツールにすればいいし、可動域が大きいなら、大きい可動域で描くようなツールにすればいいんだよね。具体的に話すと、まずね、画面に書く系 iPad とか液タブとかの場合、可動域が小さい普通の持ち方なら、実はね、小さい画面の方が相性が良くて、可動域が大きい紙絵師持ちとかなら、大きい画面の方が実はね相性がいいのかなって思います。結構プロのねイラストレーターさんでも iPad とかってね結構画面小さいと思うんだけど、その方が描きやすいとか、液タブでも13インチとかのね小さめの液タブの方が描きやすいっていう人もいるので、そういう人はね実は普通持ちだったりするんじゃないかなって思っています。で、次にね板タブの場合ですね。板タブも同じように可動域が小さいなら、
小さい板タブの方が相性が良くて、可動域が大きいね、紙絵師持ちなら大きい板タブの方が相性がいいのかなっていうのはもちろんなんだけど、それだけじゃなくって、大抵の板タブって対応範囲を変えられるんだよね。今こう説明をね、頑張って編集で出してると思うんだけど、普通は板タブの面全体が画面にね、対応してるんだけど、設定でこの板タブの中の小さな部分だけを画面に対応させるっていうことができるんだよね。そうするとその小さい範囲だけで絵がね全部描けるようになるんです。もしかしたらその設定をした方がこう可動域の小さい普通持ちの人はねすごく楽に絵が描けるのかもしれないです。僕の知る限りだとこのね変わった設定してる人有名なプロイラストレーターさんでね2人いるんですよね。普通持ちで板タブを使ってるよっていう人はね試しにやってみると実はねしっくりくるかもしれないです。はい、という感じでペンの持ち方の種類とその特性、そして各絵の種類、そしてねツールの相性について話してきたんですが、皆さんどうでしたか？自分の状況、相性良さそうでしたか？もしね綺麗な線が描けないんだよって悩んでる人がいたら、ぜひね自分の持ち方と絵の描き方、そしてねツールの組み合わせがね相性のいいものになってるかってのをね見直してみてほしいです。もしかしたらね線が描きづらいのはこの辺のね相性が悪いだけかもしれない。持ち方を頑張って変えてもいいし、絵の描き方とかツールの方をね変えてもいいし、とにかくね自分の目指すものに合わせてどこかをね変えてみると問題が解決するかもしれないですよ。でそれでもね線画が綺麗に描けないよっていう人は他にもね綺麗に描くコツってのはありまして、それはねまた別の動画で紹介できたらと思っているので、よかったらチャンネル登録して楽しみにしていてください。それでは線が綺麗に引けるペンの持ち方の紹介動画でした。なんと僕の初書籍大切なのは練習や勉強だけじゃない絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。またこのチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では